トップさんのモンキーレンチワークワイド HM38M メイドインジャパンのちょっぴりワイドなガタなしモンキーレンチです。コメントでおすすめされて買いました。トップさんはハイパーモンキーゼロが有名ですが、それと機能はほぼ同じで仕上げがメッキになったものとなります。保証トルクはどちらも同じでしたので、使用頻度がそこまで高くないことを考え、錆びないこちらを選んでみました。トップ工業は新潟は三条に本拠を置く会社です。創業は1939年。創業してすぐに当時東洋最大と言われた航空機メーカー中島飛行機の資本が入ったようで、その直属の工場として航空機向けの鍛造部品製造を行っていたようです。社名に中島の名前を冠した時期もあったよう。終戦後、その技術を工具製造に展開し、現在のトップブランドを確立されています。トップさんといえば今回紹介するモンキーレンチや篠付きラチェットが有名ですね。硬派な道具という印象がございます。ちなみに中島飛行機は財閥解体の浮き目にありますが、その血脈は現在のスバルやスカイラインを生むことになったプリンス自動車と合併した富士精密工業、THK リズムといった会社として自動車汎用エンジンの分野で受け継がれていきます。全長は 260mm、重量実測で 440g。ガサッと乾いた梨地の仕上げです。なかなか男前な手触り。見た目以上に梨地の表面は粗いです。デザインがいいっすよね。上から降りてくるラインと下から上がっていくラインがくびれ部分で交差するようにして、そのまま愛地の絵を構成していきます。工具を見て綺麗だと思ったのは久しぶりの感覚でした。その愛地の断面は手のひらを押し付ける面が広くなっており、作業者の負担を軽減しています。幅はおよそ10ミリほど。これがワイドの名前の由来の一つ目。二つ目の由来は口の開きの大きさです。この全長ですと口の開きは30ミリ程度が一般的ですが、ワークワイドは38ミリちょっとまで開きます。オートバイのリアアクスルや水回り、カートリッジ交換の作業で30ミリ超える大きなサイズで出くわすことがあります。この全長でそれらに対応する汎用性の高さが魅力。専用の道具は後で揃えるとして、とりあえず開けたい、ネジを外したいって時に大きく開いてくれる口はとてもありがたいです。その口先を調整するのがここ、元祖と言われるトップさんの2分割されたガタなしのウォーム。メッキのかかったウォームをスプリングで押し付けることで、下顎を常に一番開いた状態に保つ機構です。ガタなしというか、ガタをなくすウォームですね。そのガタなしウォームに伴う設計と思いますが、つかみ面、上顎と下顎が平行となっています。一般的なモンキーレンチは、ウォームのガタによる顎の遊びを吸収するため、つかみ面を先細りとなるよう設計することでネジから外れるのを防いでいると聞きますが、トップさんのは平行なんです。平行でもネジから外れやすい印象はないですね。むしろこちらの方がネジにきっちりかけることができるので、私は安心に感じています。ネジの回し始めで遊びがないので、力かけた時に外れてしまう怖さが薄い。開くは開くんですけどね。2面は力をかければオープンエンドのレンチと同じように開いていくのですが、外れやすいとは感じていません。また好ましい使い方ではないでしょうが、障害物をかわすためにネジを先端側で掴んで回す時に外れにくくも感じています。テーパーつく場合はどうしても奥側にずれた時にネジから外れやすくなりますが、平行な錠はそもそもずれないので使いやすいですね。もう一つ、これも怒られる使い方。どうしようもない時は足で踏んだりハンマーで叩いたりしちゃっていますが、瞬間的な力の入力に対しても外れにくく感じています。どちらもダメって言われる使い方ですけどね。それから仕掛かりというのか、準備が簡単になりました。ウォーム操作してネジを加えてから回すまでの間にネジから外れてしまったり、座りが悪くなることが一般的な先すぼみのモンキーレンチに比べて少なく思います。ダブルナット系の作業で準備が簡単になりました。もう一点、よく言われる平行上のメリットとして、レンチのかけ直しが簡単ということが挙げられます。先すぼみなモンキーレンチでは、レンチのかけ直しは一度ウォームを緩めてまた締めてとやるか、
大きめに緩めて遊びの大きな状態でネジを回すことになりますが、トップさんのはわずかに緩めるだけでかけ直すことが可能。私はモンキーレンチで頻繁にかけ直すってあまりやりませんので、強いメリットは感じていませんが、水回りの配管作業ではこれ使いやすい機能ではないかと思っています。つかみ面は横から見るとわずかにテーパーがついています。3度とか4度とかそのくらい。先端は9ミリほどの厚みですが、そこから厚くなっていって根元側は13ミリほど。狭い隙間では若干使いにくさを感じています。口先の調整は若干の抵抗を感じます。スルスルではないっすね。スプリングで押し付けてますので、これは仕方のない部分。ウォームを回すとザラついた感じを受けまして、他のモンキーと比べてしまうと操作はかったるいっすね。ただ、並べて使い比べてそう思うだけで、指一本で操作はできます。これを日常で使っていて、ストレスを感じることはありません。口先調整でもう一点特徴的なのが、閉じていった際に下顎のラックの飛び出し量が少ないですね。今のところ私はこれメリットとしては感じていませんが、薄板を曲げたい時なんかに邪魔にならず助かることがあるかもしれません。気になる点としては、個人の感想となりますが、若干手に優しくないという印象を受けています。まず仕上げが鋭利な箇所が多いですね。素手で扱っていて、この部分に指の腹を引っ掛けて少しだけ切ってしまいました。せっかくのメッキ品ですからどうするかは悩みましたが、ペーパーを当てて修正しています。それからウォームの先端、この部分が尖ってまして、たまに指に刺さります。これちょっと痛いですね。もう一点、ワークワイドの名前の由来の一つである幅広な持ち手ですが、角が私合わないのか痛い時は痛いっす。正直個人的には苦手な部類の握りですね。この辺は好みもあるでしょうから、現物を確認してからの購入をぜひお勧めいたします。トップさんのワークワイド、そこそこなお値段するアイテムですが、とても満足した道具です。車やバイク関係でモンキー買おうか悩んでいる方にはこれぜひおすすめです。トップさんでは用途に合わせてサイズ違いや先端の厚みの違い、グリップ付きなどなど様々モンキーのラインナップがございます。機会がございましたらぜひ手に取られてみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。